皆さんこんにちは。こんにちは。ロケットや飛行機を作って飛ばすことができるゲーム、カーバルスペースプログラム2。変な機体中心に作ってます。飛べる機体は飛べる、飛べない機体は本当に飛べないことが分かってるんだけど、今日はやっちゃいますよ。サンダーバード1号を作りたい。サンダーバードシリーズ来た。ちょっと前に1分の1の2号を作ったんだけど、かなり評判良かったんだよね。パーツ数多すぎてカクカク動画なったやつやろ。もちろんリクエストもいっぱいあって、せっかくだから1分の1で再現したい。また1分の1、リクエストありがとうございます。じゃあ、いつもみたいに機体作って上手に飛行できたら試験飛行していっちゃおっか。クッションみたいなの開いた。向きパッパラパーで落ちる。消えた。画面もバグっとる。また動画の尺長くなっちゃうから遊んでる暇ないんだって。毎回落ちる機体作っとるの自分や。じゃあサクッと作っていっちゃうよ。サンダーバード1号の全長は35メートル。いつもの目安。どこに翼がついててエンジンがあるのか正確に配置したいから目安を作ります。これを元にあとはパーツを上手に組み合わせていくだけ。簡単なように見えていろいろ難しいんやな。このパーツは無人でもコントロールできる装置。実はサンダーバード1号1分の1の胴体サイズはちょうど5メートル。ゲーム内の XL が同じ直径5メートルでそのままパーツ使えるんだよね。これはかなり作りやすい。重心調整用の燃料タンクつけるでしょ。サンダーバード1号、パッと見た感じただのロケットに見えるけどちょっと違う。ロケットちゃうんか。ロケットはロケットでも大気圏内で利用するみたい。機内に各種偵察ドローンみたいなの積んでてそれも再現したい。ということで、機体から発信させる偵察機、空中カメラを収めるカーゴベイ搭載。いや、めちゃ複雑な試験飛行なるやろ。せっかく作るならできるかやってみたいじゃん。視聴者さんに教えてもらったんだけど、サンダーバード1号は被害現場にいち早く投入される偵察機で、前作った2号機以降が現場での救助を行うらしい。そういう役割なんか。そんなこともあって、最高速度は大気圏内で時速24000km、マッハ20となってます。ずんこに作らせたらあかん速度や。ずんずん興奮して脇汗かいてきちゃった。1号以上にヤバいノールで。後ろにもカーゴベイあって、収まってるのは水中カメラ、魚雷みたいな水中ドローン。一段盛り上がってる部分に収まってるのは原子炉。待て、原子力なんか。核の扱いがパッパラパーだった1960年代の作品だから核熱ロケットエンジンだと思う。現実でも核熱エンジン作られとった時代か。直径は約7メートルで正確に合わせる。反対側は今作ったのを逆向きにつければ見た目は大体 OK。ついでに先っちょも作っていっちゃうよ。これもフェアリングパーツやな。ロケットの先端みたいに直線的な三角じゃなくて S 字を描いた形状になってる。少し湾曲してるんだよね。造形美やな。先端の隙間は姿勢制御用のジェット、スラスターのようなものついてる設定らしい。微妙にとんがり具合再現できてなかったから小さいサイズで尖らせてみた。感じでできたやん。想像してたより結構それっぽくできたね。じゃあ次はエンジン作って翼つけて完成だね。ゆるふわ軍事チャンネル。そのエンジンついてる部分が今回一番複雑かな。これどうなってん？十字についてて先端に動力ついてる。また見慣れん形状やん。とりあえず四角いブロックのような形状を作らないといけない。いつもの翼パーツで造形や。形状はそこまで難しくなくて面を作っていくだけ。気になってたエンジンつけれるのか問題も特に大丈夫。綺麗に内蔵できるはず。面をコピーしてつけるでしょ。側面も同じ翼パーツ使って作る。ぴったりには合わないから明らかに不自然にならない感じで作ると。あとは上の面を作ればええだけや。できたできたできた。このくらいならもうサクッと作れるで。先端は燃料タンクに翼つける形で動力つける。原子力エンジンの冷却装置は燃料タンクでそれっぽく。エンジンは外側が小さく内側は一回り大きい感じ。ちなみにこれはサブエンジンってなっててラムジェットって書かれてるね。多分高速飛行で動作する原子力ラムジェットって意味なんだと思う。全部原子力。中央は L サイズで一番強力なのつけておきます。これが離陸とか通常飛行で使うエンジン。確かに参考画像でも中央のしかついとらん。じゃあ仕上げてくよ。
サンダーバード1号の主力は可変翼なんだけど、もちろんそんなの作れないからいい感じの角度で固定。このゲーム動くパーツあるけど翼くっつけるとかできんからな。末端形状違う問題はもう一つ翼くっつけて解決。形状ほぼできたで。空中カメラ、空中ドローンなんだけど作っていこっか。機体側は下にパネル敷いてドッキングポートつける。ちなみに形状はこんな感じ。確かに機体から飛び出とる。参考画像出せないけど足は3本。離着陸もできたはずだから垂直エンジンつけて発進できるようにします。後ろにはジェットエンジンつけておいた。いや、翼ないやん、これでいけるんか。大丈夫だって。多分この空中カメラ無人設定だけど視聴者さん登場。あかんあかん。とりあえず飛べるか試験しちゃおっか。なんかおかしい。いつもおかしい。前足潰れちゃってるんだけど、そんな時の合言葉がある。何？ゆかりちゃんの大胸筋。伸びた伸びた。いや、これ重すぎて潰れとるだけやろ。フラフラするからスラスターオン。適当に作ったけどサクッと一発で言ってほしい。適当言うな。エンジン燃焼開始。いけとる。きたきたきた。このくらい余裕なんだって余裕。膠着装置可能。ほんまに普通に浮いとる。そういえば翼ない機体でこういうの作るの初めてかもしれない。ちょっと前に傾けて前進。着陸機とかそういうの覗いたら初めてかもしれん。ちゃんと制御できる。エンジン点火して空中カメラ発進。加速しとる。やだ完璧なんだけど。強いて言うなら垂直エンジンの上昇力が弱い。かなりギリギリ。今は水平エンジン使って上昇中や。スピードもかなり出る。まあそれ以外の問題点といえば、うまくいきすぎてつまらん。ポチン。おまだにやってんねん。何って視聴者さん脱出。見ればわかる。上り下りすんな。面白すぎなんだってこのゲーム。そして、内部に戻る選択肢がないけん。どういうことや。仕方ないこのまま着陸してあげるかな。原因が仕方ない言うな。はい、順調に降下中。高度350メートル。エンジンフルスロットル、減速。高度100メートル。待って減速間に合わない。弱すぎる。激突した。これはひどい。あれ？視聴者さん奇跡の生還。時速 100km くらいで激突しとったやろ。何やってんねんって言ってほしいみたい。課金してまで乗りたいって何やってんねん。何やってんねん。自分や自分。はあ、面白かった。と、いつも通りの緑の親玉。垂直エンジン弱かったから前後に1機ずつ増強。ちゃんと試験飛行しておいてよかったね。ポイッと格納。後ろの水中カメラというかドローンはパラシュートで投下するから試験は省略。大丈夫か。多分魚雷みたいに水中進む予定。後からのお楽しみやな。最後に膠着装置つければ完成なんだけど想定外の問題発生。後ろはまあいい。前輪だね前輪。ギリいけると思ったけど全く高さ合わない。全然あかん。翼にめちゃ長いスキット、足みたいなのついてるけどそんなのはカーバルスペースプログラム2にはない。目立たないように長い着陸脚つけたけど高さ変わらず。どうすんねん。なんかいいのないか探したら発見。伸び縮みするソーラーパネルを足にできる案思いつく。無理やりやん。高さが後ろとシンデレラフィットしてるんだって。これで行くしかない。着陸は衝撃でソーラーパネル壊れそうだから最初に足で降りる案で行く。最後に垂直離着陸用のエンジンつければ完成。やっとできたで。はい、こちらが完成したサンダーバードからサンダーバード1号。全長 35.7 メートル、幅22メートルでほぼ1分の1サイズ。機体重量は142トン、使用したパーツ数は188個。作るのにかかった時間は約4時間となってます。結構サクッとできた。そして今日のパイロット視聴者さんはこちら。サンダーバード1号、2号をお願いします。できれば2号に乗ってみたいです。サンダーバード1号と3号も作ってほしいです。ずんちゃんまた視聴者さんの夢叶えちゃった。マッハ20で飛行とか地獄やろ。大丈夫だって大丈夫。ケーキモニターもつければ完璧。じゃあどうなるかわからない初飛行やっていっちゃおっか。ゆるふわ軍事チャンネル。
よいしょ。2号みたいにロード中に壊れるとかない。ソーラーパネル持ってる。100% 壊れるを持っとったソーラーパネルタイトルやん。足以外にも高さ上げれる装置として使える発見しちゃった。これ伸縮するからな。離陸前にコックピット視聴者さん。今のところ健在。今のところやめれ。ごちゃごちゃ言ってないでいくよ。動力、多分バグなし。翼端、機種につけたスラスターも正常。準備は整った。行きます。エンジン燃焼開始。爆発した。こっち見てもどうもならん。機体の外にエンジンノズル出したのに熱で壊れちゃった。今までこんなことなかったで。解決方法はあるからいいとして、せっかくだし空中カメラの離陸試験しよっか。ようわからんけど見た感じは無事や。ドッキングポートで接続しただけだから分離させるでしょ？分離成功。次に垂直エンジン点火すると離陸できるはず。行きます。ポチいったいった。やばいやばいやばい。先端引っかかって前転した。離陸はまっすぐできてたみたいだからどこかに接触しないように上げないとダメみたい。機体傾いた状態で上昇させたらあかんと。かなり難易度高めになりそう。エンジンの熱で壊れちゃった問題はノズルの埋め込み状態が理由。このエンジンは結構厳しいみたいで出さないといけないっぽい。はい、ノズル位置だけ変えた飛行試験2回目。ずんちゃんの予想ではこれでいけるはず。エンジン燃焼開始。ちなみにエンジンはサンダーバードとほぼ同じ位置や。浮かばない。強弱させてもあかん。ノズルから出るジェットも形状変化してるの初めて知った。というかエンジン水力足りとらん。そんな時はどうするか。どうするか。後ろのエンジン点火すればいいんじゃない？超馬何やってん。吹っ飛んだ。ニコニコしながら言うな。わー、眩しい。大爆発した。ずんちゃんすっと斜め上向きながら離陸すると思ったのに。いや無理やろ。バラバラやん。ちょっと待って、空中カメラのエンジンスロットル下がらない。中学生みたいに常に 100% フルスロットル状態。と常に 120% 状態の人が言ってます。もう獣じゃ獣。何のエコーや。あかねちゃん状態のエンジンはいいとしてこっちだねこっち。誰がや。明らかに後ろが重すぎて水力不足だから1機追加。確かに浮かび上がっとらんかったで。前後の水力調整は手動でやって離陸させるしかない。ずんこのマニュアル離陸試験3回目。水力調整ミスると前転か後転しちゃうから慎重にやるよ。エンジン燃焼開始。メインスロットル水力 29%。徐々に上げていく。変化なし。大丈夫？フルスロットル。追加した後ろのエンジン水力上げてみる。動いとる。ちょっと待って。機体勝手にロールしてる。あかんやつや。どういうこと？ちゃんと左右対称につけて重量バランス割ってるのに。爆発した。ソーラーパネル引っかかっとったんちゃうん。その可能性はある。よくわからないけど視聴者さんは無事。埋まっとるやろ。機体重量変えれば浮かぶかもしれない。ということで前の燃料少し抜いてみた。はい、燃料抜いて軽くした飛行試験4回目。やだ、プランしてるんだけど。すでに挙動変わっとる。軽くしたことで水力変更も効きやすくなってるはず。エンジン燃焼開始。というか前軽いんだからエンジン水力下げないとダメなの前だよね。さっき後ろ下げとったやろ。ズンペロペロペロ。水力アップ。あかねちゃんで隠れてるけど前の水力は 37% まで下げてる。フルスロットルや。来た？来た来た来た。奇跡的に綺麗に上昇しとる。適当に 37% に合わせたけど前後バランスちょうどいい。いけるで。ランディングギア、ソーラーパネル格納。多分ズンコの機体以外絶対一緒にならん言葉や。よーし、オッケーオッケー。あとはここから水平加速に移せるかや。今コントロールの向きは通常の飛行機と同じ水平方向になってる。いろいろ試したけど離陸はこの向きでやった方が成功率高い。ちょっと左右フラフラしてきたで。墜落する前に水平加速開始。
水平エンジン燃焼開始。垂直エンジン停止。スラスターと水力変更を使って姿勢維持。飛行できてるー。普通に飛べるんかーい。見た目というか飛び方が翼ついたロケットや。超音速有人原子力ロケット機だからね。ちなみにリアルでやると後ろから出とる排気放射能汚染されてます。アニメだからいいんだって。アニメだから。正直見た目どうなのかなって思ったけど先端がシュッてしててかっこいい。ちゃんと尖らせて作っておいてよかった。一応大気圏内でマッハ20出す形状はしとるな。後ろのカクカクエンジン部分以外は。よーし、じゃあ高度上げてくよ。飛行してる感じとしては若干機種下げの動き入ってる以外は普通の飛行機と操作感は変わんない。もうちょっと前軽くした方が良かったかもしれんな。これ以上後ろ重心するとくるくる回転しちゃうかもしれないね。特に飛行自体は問題ない。軽く機体振って試験。動力もちゃんと効いてる。変にスピン入れとかもなさそう。感じやん。じゃあいつもみたいに簡単に飛行試験して次に積んだカメラ展開してみよっか。現在の高度 3200m、飛行速度時速 800km くらいや。左に倒して旋回開始。これ結構回れとるで。想像したより機動性はかなりいい。合計8枚ついとる尾翼が効いとるかもしれん。それと機種付近につけた姿勢制御用のスラスターもあるからすごい回れてる。さらに水力変更もできる状態だからね。多分サンダーバードの機体はしとらんやろな。見た感じするようなノズル形状ではなかったかな。感覚としては全長 30m 超えてるのにまるで戦闘機のような機動性出てる。見てもわかるで。ロール性能はどうかな。ちょっと重いけどまあいい方だと思う。次はいつもやってるシューティングゲーム視点。ぐいぐい動くから苦手な人は目細めてみてな。今70度くらい傾けて旋回中。確かに戦闘機ほどではないけど大型機としてはかなり優秀だと思う。綺麗に角度維持してスーって回れてる。機動性悪い機体やとこれが難しいんやな。基本できないこと多くて水平に戻ろうとしたり軸がフラフラしちゃうことあるね。この見た目でこれだけできれば完璧やで。次行きたいんだけどおまけでバレルロールやってみる。自分やってみたいだけやろ。右方向のバレルロール。いや早速おかしいで。明らかに変な軸入ってるというか綺麗に回れてない。下方向に引っ張られるような回転しとる。高度も下がってきちゃってる。F15 とかユーロファイターは綺麗にネジ回すように回ってたのとは大違い。原因は垂直エンジンが機体下部についてて重心バランス悪いんだと思う。それか。でも一応ロールっぽい飛行はできた。かなり高度下がったけどな。機動性は中段階評価で6か 6.5 くらいかな。飛行試験はこのくらいにして次だね次。サンダーバード1号の各種偵察機を展開したい。まずは後部ペイロードに搭載されてる水中カメラ、ドローンを展開してみる。はい、現在の高度 7600m、飛行速度 940km くらいや。後部カーゴベイオープン。これどうやって落とすん？どうやって運用してたのか知らないからこの速度で落とす。調べとけ。では行きます。被災現場を偵察する水中カメラ、投下。いった。姿勢安定、減速やパラシュート展開。パラシュート展開確認。試験やってない割にうまくいってる。減速開始。ドッキングポート閉鎖、密閉。閉鎖確認や。やだ完璧なんだけど。予想やと多分ホバリングした状態で投下するんやろな。さすがに高速飛行状態で落とさないような気はする。はい、しばらく落下して高度 700m くらいや。そろそろパラシュート開くよね。来た。パラシュート展開確認。うまくいきすぎてつまらん。自分もしたキャラでもつけとけ。なんでこっち視聴者さんつけなかったんだろう。視聴者さんいじりやめる。まもなく着水。特に面白みもなく着水。エンジン点火。来た。水中カメラ偵察開始。先端につけたアンテナも展開しておこうかな。出た。カーバルスペースプログラム2は水中探査というか探検みたいなことも一応できるね。普通のロケットエンジンつけるだけやな。ただ、水のフェルドというか抵抗がかなり強くて、翼とかはあまりつけない方がいいかな。なんか薄い水飴みたいな感じやで。
何？先端なくなっとる。海底ぶち当たったんやろ。全然見えないって。皆さんライト必須やライト。そして遠隔操縦装置も壊れたから操縦できない。所長何やってん？一切コントロールできないんだって。完全に空中カメラ状態。こっち視聴者さん乗ってれば面白いシーン撮れたのに。いじりやめれ。墜落する。これがサンダーバード1号の水中カメラ。ずんこ操縦すると被害が逆に増える。ゆるふわ軍事チャンネル。じゃあ次は作ってる時テストした空中カメラ展開しよっか。上向きに発進するから飛行中は無理やろ。もちろん着陸するに決まってるじゃん。正面に見える島にしようかな。間もなく島上空。通り過ぎると大変だから垂直エンジン始動。水平エンジン停止。この機体で初めての垂直着陸成功できるか。やり方は今までと同じだから多分いけるはず。鉄人28号も垂直に立たせることできたからね。ということで補助としてつけた着陸脚展開。ソーラーパネルやと折れる可能性高いからつけたアジア。よーし固定完了。はい、後ろの膠着装置はいつも通りバグってます。もう5割くらいの確率でバグるんだけどどういうこと？でも JK もちもち可愛い純ちゃんは諦めない。本業東北純子や。姿勢安定。このまま行くよ。ちょっと後ろ進んどる。地面は予想通り平ら。問題ない。着陸。待て、機体回転しとる。やばいやばい。画面の変化少なくていけると思っちゃった。激突した。でもかなり惜しい。多分何回かやればいけるはず。まあこれは失敗やな。はい、5回目やってます。想像以上に着陸した後跳ねるんだけど、降下速度速すぎるだけや。エンジン水力結構ギリギリなんだって。姿勢安定。回転もしてない。間もなく設置。着陸。エンジン停止。エンジン停止。いけたいけた。よかった。こっそり調整し直そうかと思っちゃった。インチキやめれ。ソーラーパネル展開して水平保つた。機体支えられるか。意外と丈夫。200トンクラスでも余裕で支えられる。今回一番大きい発見はこれだねこれ。よーしサンダーバード1号なっちゃった。いやおかしいやろ。今から展開試験を実施する。前方カーゴベイオープン。中に入っとるのは空中カメラ。今でいうドローンや。作ったのは友人だけどね。では行きます。空中カメラ接続解除。転がる前にエンジン点火。ちょっと待て。しまった、そっちじゃない。何やってんねん。やない。機体振動で転がっちゃうかと思って焦りすぎた。機体側のエンジン点火してどうすんねん。やり直し。その後も1号ごと突っ込む事故多発。余計なこと言わなくていいんだって。接続解除。ほら結構振動あるでしょ。ここで確実に空中カメラを選択。コントロール切り替える。コントロールカメラいっとるで。あとは祈りながら垂直に上昇させる。水力アップ。いけたいけたいけた。何回やったか言わんけど初めていけた。ちょっと前水力強いから下げる。やだ完璧。謎の視聴者さん帰ってこれるのか。水平エンジン始動。偵察任務を行う。膠着装置格納。うまくいってずんちゃんうれぴ。はい、結構なスピードで移動してます。このエンジン小さい割に無駄に強力なんだけど設定おかしい気がする。現在の速度約 600km や。よし、コントロールは正常。作品ではどうかわかんないけど、こんな感じで1号から遠く離れたところまで移動して現場を調査するみたいな機体だよね。普通に今で言うところのドローンやな。半世紀以上前に考えられてたってのがまた興味深い。そして重大な問題発生。なんや。ほとんど旋回できん。完全に設計ミスやろ。エンジンに水力変更ないの忘れてた。仕方ない。着陸して被災地を調査する。いや、被害を拡大しに行くの間違いやろ。旋回能力ゼロに近いんだから仕方ないじゃん。はい、候補開始。いや、下斜面やろ。ずんちゃんに二言はない。欠陥機なのでやらせてあげてください。来た来た来た。ずんちゃん来た。
絶対あかんところの着陸なる。もっと急斜面が良かったけど我慢するしかない。本音を口に出すな。仕方ないからできるだけ平坦なところでやる。よし、いい感じ。着陸。早すぎる。やばいやばいやばい。ギリギリセーフ。むちゃくちゃな着陸や。でも爆発しなかっただけいい。最初の着陸なんてこれだからね。ジオ、動け。ジオ、なぜ動かん。これ着陸ちゃうやろ。消えた。五体満足で帰ってこれるだけ喜ばないと。よかったね。じゃあ最後にマッハ20行って終わっちゃおっか。いや、もう終わっとけ。ゆるふわ軍事チャンネル。あかねちゃんがどうしてもマッハ20やれ言うから心を鬼にしてやるしかない。誰も言っとらんわ。再離陸膠着装置格納。かっこいい。もう聞いとらん。とりあえず今回はすごい気体素材で熱で破壊されないという想定でやってみる。要するに熱無視設定だね。いつもみたいに熱で分解せんってことや。覚悟が決まったら行くしかない。ラムジェット始動。すごい加速力。これどうなってまうんや。どうなるも何もサンダーバードが公式でマッハ20とか言ってるんだから仕方ない。景色はいい。多分これから地獄なる。安心してほしいのはマッハ20はそこまで大したことない。なぜならスペースシャトルが地球に帰還する時の速度はだいたいマッハ20から24くらいとされてる。すなわち人類はこの速度を大気圏内で経験済み。機体火の玉なっとるファイヤーバード状態や。現在の速度マッハ8。全然足らない。現在の速度秒速 4000m マッハ 11.8。地表が流れるように過ぎていく。宇宙出たで。そう、この惑星は地球よりもサイズが小さくて宇宙飛び出しちゃうんだよね。もうちょっと工夫すれば大気圏内維持できそうだけどさらに倍近い速度出さないとダメだから不可能と判断。このまま加速する。もうロケット状態や。はい、秒速 6800m 時速 24,480km マッハ20突破。反応がない。ちょっと聞いてほしいことあるんだけど、ずんちゃん間違っちゃってまだマッハ20出てないって思ってる。はい、秒速と時速間違っちゃって時速 24,480km じゃなくて秒速 24,480m と勘違いしちゃった。それ何回目や。ずんペロ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 。汚い。行くしかない。人類未到達マッハ72の世界へ。秒速 12,000m マッハ35突破。皆さんこれガチで間違ってますからね。おかしいなとは感じつつも惑星のサイズが小さいからだと思い込んで加速中。思い込みが大事故につながる場面をご覧ください。どのくらい最高速度出るのか見たいって視聴者さんもいたからいいよね。ごまかすな。頑張って撮影したんだって。間もなく秒速 24,480m マッハ72。エンジン停止。いや絶対おかしい、気づくやろ。早送り中だって。宇宙で勘違いしてマッハ72出しちゃった結果、二度と帰ってこれない彗星のような軌道になっちゃった件。もう何もできません。これはひどい。惑星系の外側まで飛んでいく。ガチで宇宙のむずくなっちゃった。もうクズや。積んだバードやめれ。さっきのはもう諦めて再収録してみた。なんとか大気圏内とどまる軌道でどれだけ速度出るか試す。もちろん現実的な方法で熱ありの設定。結論としては高度 60km 近くの大気圏内でも熱を帯びちゃって機体が分解。そりゃそうなる。記録としては高度約 60km 秒速 5147m 時速 18,529km マッハ約 15.1 でコントロール不能に。それでも結構出とる。もうちょっと熱に強い形状を取り入れればマッハ20いけたかもしれないね。そして地球というか惑星カービンの重力圏飛び出しちゃう速度で再び宇宙のもずくに。結局こうなるのは変わらんのか。こんな感じ。現場からは以上。サンダーバード1号ちゃんと飛べること分かってよかったよかった。他にもサンダーバードの機体あるから作るの楽しみに待っててな。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。